こんにちは、みえこです。大きい作品を作っていたらちょっと飽きてきたので、今日は簡単なポーチを作りました。刺繍もしないし、キルト綿も使ってないので、ちょっと薄いですが簡単にできますよ。それでは一緒に作りましょうね。まずは 3.5 センチ幅にカットした布です。でももっと違うサイズでも大丈夫ですよ。布を裏布にもなりますので、これを2枚用意します。そしてファスナーですよ。布にまず線を描きます。ログキャビンの作り方ですから、斜めに線を描いて縫い始めますよ。今回の中心はこの位置ですよ。ここから縫います。正式なパターンの名前は裁判所の階段と言います。これ縫いますよ。ミシンで。縫い代何ミリでもいいですが、7ミリで私は縫いました。そしたらこれいつもはぴったり広げますが、少しこのように何て言うんでしょうか、規制をかけるというか、開かないで縫い始めると細い布を縫ったような出来上がりになりますよ。なので今日は布はしっかり開かないで縫っても綺麗にできますよ。順番にこのように布を縫います。布の端まで縫ったら少し気をつけることがありまして、赤の土台の布の布端1センチぐらい手前で縫うのをやめます。後でカットするからですよ。そして一番端はこのように三角形の布を縫うと簡単ですよ。最後にこのようにプレスして布端カットします。裏布を切らないように気をつけてくださいね。裏布より1センチぐらい小さくカットします。その後1箇所このように折ってミシンで縫います。ここにファスナーをつけます。もう1枚裏側のものも作ります。裏側は布端を 1.5 センチ
カットします。3方向カットしてファスナーつける分だけ裏布残します。この布端をこのように折ります。次にミシンで縫いますよ。2枚縫ったら中心に印をつけます。そしたらファスナー用意しますよ。ファスナーの端に布を縫います。ファスナー挟んで縫ったらステッチをします。なくても大丈夫ですけどね。このようにできたらファスナーの中心に印をつけます。そして先ほど縫った布の中心と合わせます。そして針で留めます。これをミシンで縫いますよ。ファスナーはファスナー専用の押さえを使うときれいにできますよ。反対側も同じように中心から合わせて縫います。このようにできたら半分に折って今度は周囲を縫います。この布の端、なるべく端から縫いたいですが、押さえが入るギリギリのラインから縫い始めます。後で手縫いできれいにするので心配いらないですよ。最後もなるべく布の端まで縫います。縫い終えたら余分な布をこのようにカットします。そして裏布を折って布端を隠してもう一度縫います。そして最後もなるべく縫える線ギリギリまで縫いますよ。その後これはまちを折って縫います。好きなだけ折ってくださいね。なくても大丈夫ですよ。次にこのように服などについているネームタグをこのファスナーの布端のところに縫います。
そして裏側のこの布の端をこのように折って手縫いですが簡単に閉じてください。ミシンで縫っても大丈夫ですけれども、最後にこのファスナーがきれいに開閉できるかを確認してから固定するといいですよ。はい、完成しました。きれいにプレスすると形が整いますよ。はい、できました。それではサイズ測りました。この大きさですよ。18×16 ぐらいですかね。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。